皆さん、こんにちは。ダビデと申します。山本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は学生の入学手続きの要点を説明したいと思います。山本さんは、日本語学校のディレクターなので、山本さんに説明してもらいたいです。今後手続きが変更になる可能性がありますので、Google 日本や学校に問い合わせてみてください。山本さんお願いします。はい。えー先週、規制緩和が発表されて、今週の月曜日8日に文科省や、入管庁によるオンライン説明会が開かれました。で、その内容についてお伝えいたします。一番大きいことというのはいつ入国できるかというスケジュールですけれども、これは皆さんもご存知だと思いますが、今月11月は、去年の4月生が入れることになっています。そして来月の12月は、去年の10月生まで、そして、来年1月は今年の4月生として、入国するための COE を持っている人、それがあと、対象になっ1月生ています。もですね。いや、1月生と4月生。だから4月生の人まで OK。ですから、その今年7月以降の入国予定者については、来年の2月以降の予定としてまだ出されていません。で、この予定というのは状況に応じて、変更する可能性もあるということです。で、これは日本の行政にしては、非常に珍しく柔軟な態度なので、そのため日本語学校の6つの団体の合同体6団体という団体を通して、前倒しもっと早く受け入れてほしいっていう要望を出そうということになっているので、何か変化があるかもしれませんので、またそういうことがあったらお伝えします。で、入ってくるときですね、入国に関しては気をつけなければいけないのはですね、適正校というね、適正校と新規校っていうこの2つの学校が対象になっているので、自分の学校が対象になっているかどうかっていうことを確認する必要はあります。入国の手順についてですけれども、入国するためには日本の要求する隔離を守ることなどの、約束を書いた誓約書ですね。これ学校からフォームがもらえるはずです。で、それを出して、それから自分の健康観察の記録をつけ始めることが必要だということです。それからもしワクチン接種ですね、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、この3つのどれかを2回受けた人は、その接種証明を出すといいと思います。で、これは14日間の隔離と言われてますが、それが10日に短くなるので、少しでも短い方がいい人はぜひ出してください。で、学校から皆さんの誓約書と、それから学校が出す必要のある書類を出すと、政府から証明書が出ます。で、その証明書を学校から学生に送ります。で、その証明書と COE からパスポートなどを持って、大使館に皆さんが提出してビザをもらうということになります。飛行機に乗る前は PCR 検査も必要になりますね。で、細かいことはそれぞれのエージェントや学校に聞いてください。以上が入国についての手続き情報でした。ありがとう。シンプルにしていただいてありがとうございました。山本さんに、この YouTube チャンネルに聞かれたいくつ質問を聞かせてください。はい。最初、予防接種を受けなければなりませんか？いや、大丈夫ですね。その3種類以外の接種を受けている人もたくさんいるので、ただ、入る前に PCR は受けなければいけません。はい。ただそれから3種類以外のワクチン接種している人も一応証明書は持ってきた方がいいと思いまうんうす。ん。多分3回目の接種を日本国内で受けるって言ったときに、なんかそういう接種証明があった方がいいと思います。そうですね。でもとりあえず、予防接種全くしてない人も、この今、前言った流れで、14日間隔離して、入国できますね。そうですね。はい。はい。国境の再開は、国籍を問わず、すべての労働者と学生が対応なのでしょうか？さっきもちょっと話しましたけども、学校や企業がその受け入れを認められていることが必要になります。
許可されてない期間もあるので、ここは確認をする必要があると思います。確認はやっぱり直接に例えば学校とこれから働く予定の会社とか確認しないといけないことですよね。そうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。最後、このビデオで最後の質問ですけど、友達と一緒に一つの部屋で隔離を受けることはできますか？はい。これも大事な質問ですよね。一人一部屋が必要なので、これは気をつけてください。二人一緒の部屋はダメです。友達でも家族でもダメですよね、今の状況。そうですね。今はそうですね。はい。はい。了解しました。ありがとうございました。はい。また、今週は日本の政府の発表の後に、日本留学の扉を開く会、すぐに動き出し、入国手続きが遅すぎるという問題について、話をすることができましたね。ニュースも出ましたね。ちょっとそれについて案内をお願いします。そうですね。この入国緩和の問題というのは日本国内でも大きく取り上げられて、NHK や TBS、それからテレビ朝日、新聞では日経新聞とか、そういった大きなメジャーなテレビや新聞で報道されています。で、入国制限についてはいいニュースではありますけれども、スケジュールがちょっとゆっくりなので早めてほしいという、私たち扉のメンバーのコメントも取り上げられています。ありがとうございます。あと、いつもの通り、このビデオの下のディスクリプションにそれぞれのリンク載せますので、ぜひご覧ください。今日はこれで終わりです。次のビデオでお会いしましょう。またね。またね。